はい、金坊主です。前回の動画では、キントーンとは何ぞや。で、キントーンってどんなことができるのか、そういった話をね、させていただきましたが、今回はそこからもう一歩進んでですね、キントーンのつまずきやすいポイント、いくつかご紹介しようかなと思います。キントーンというのは、簡単にアプリが作れて、今画面にあるように情報をパッとね、共有できるような、サービスにはなってるんですけれども、設定していく中で、初心者の方がつまずきやすい項目っていうのがいくつかあるんですね。それが、関連レコード、ルックアップ、プロセス管理、そしてアクション。この4項目を設定していくときに、最初、ちょっとね、つまずいてしまうことが多い。なので、そこをですね、今回は重点的に説明をしていこうかなと思います。キントーンなんですけれども、一つのアプリにこうやって情報を入れるっていうのは得意なんですけれども、複数のアプリで情報を連携させていくっていうところに関しては、若干苦手である。ここはですね、いろんな連携サービスやプラグインとかカスタマイズを使って補うことはできるんですけれども、基本的な機能で考えると少し弱い。そこを補うのに関連レコード、ルックアップっていうものを使ってたりします。ではまず関連レコードから説明をしていきます。まず関連レコードとは何かと言いますと、今、顧客管理っていうアプリを開いてはいるんですけれども、こちらに関連レコードがあります。押すと、はい、さっき顧客管理やったと思うんですけれども、ここが問い合わせ管理に変更されていますね。顧客管理のアプリと問い合わせ管理のアプリ。この2つで共通しているレコードを表示するというのが関連レコードになります。例えば顧客管理でこの林田商会。林田商会の情報を開いたときに、林田商会で今問い合わせが入っている案件を見るってなっていくと、この関連レコードがなければですね、林田さんの林田商会のものを見たいので、で、見に行く。このアプリ内検索をして絞り込んで見に行くっていうことをしたり、それ専用の一覧を作ってっていうことをしないといけない。ね、3つぐらいしか顧客がいないんであれば全然いいんですけれども、たくさんの顧客がいる中で今この案件どういう問い合わせがあるんだろうというふうに確認したいときに、ちょっとこのやり方ではめんどくさいですし、時間もかかります。なので関連レコードを使うと。では関連レコードの設定を見ていきます。ここに顧客名であったりとか、顧客の情報がいろいろとあります。こちらで、まず、向こう側、引っ張ってきたい情報側のアプリを設定するので、問い合わせ管理ですね。これで、顧客管理と問い合わせ管理、両方でどういう条件であるのか。このアプリで行くと会社名。で、向こうにも会社名があれば、会社名イコール会社名で引っ張ってこれる。で、さらに、例えば会社名の中でも何かで欲しい場合は絞り込むこともできます。例えば会社名はあるけれども、今回は作ってないですが、この会社名にプラスですね、別のフィールドで、契約中、未契約とか、いろいろあったとしてですね、契約しているところだけってなっていけば、絞り込みの条件で、契約状況、契約中のところだけ引っ張ってくるっていうことをすれば、全然契約していない会社とかが引っ張ってこれなくなるっていうこともできるようにはなります。会社名がね、同じって可能性もありますからね。で次に表示するフィールド。これは引っ張ってきたときに何を表示するか。なので、会社名と、担当者と、で、今の対応状況と、詳細。このあたりにしましょう。でレコードのソースはどういう順番で出ていくかなので、レコード番号にしておけば、レコードを登録していった順番になります。なので、基本的には日付順になってるかなと思いますが、そこを日付順にしたければ、受付日時とかにしておくといいかなと思います。で最大50まで
表示することはできますので、案件が多い場合であったりとかであれば50とか、50だと50バーッと出てきてしまうので、それはちょっとかなっていう場合は5件ぐらいとかにしておいて、ページ送りするという形にすればいいかなと思います。これで一旦できたので、アプリを更新して状況を見ていこうかなと思います。では、林田商会の案件が出てきて中身見に行こうと思うと、ポンと、その案件に飛んで対応を見ることができる。で、林田商会を押すと、林田商会の情報ですね。この顧客管理の情報を見ることができるという形になっています。ここで注意が必要なところがあるんですけれども、例えば今回問い合わせ管理のところに数値は入っていないんですけれども、例えばですけれども、テーブルの場合ですね。テーブルの場合、入力したものの合計を出したいなっていう場合は、ここで計算式を入れて、ここがテーブルの中で見積もりというフィールドコードになっていますので、こちらで、このような形で sum という関数を使って見積もりで括弧閉じてしまったら、情報を見ますと、ここで数字が入ってますよね。例えばここを、はい、こんな感じで反映されるっていうようなことができるんですけれども、関連レコード、他のアプリから情報を引っ張ってきているという場合ですね。同じように計算で、ここは見積もりだから、同じように、はい、こうやってもね、計算式に含まれるフィールドコードが存在しませんという形になります。数字としては見えるんですけれども、ここの合計っていうのは通常できないんですね。カスタマイズであったり、連携サービス、プラグインとかを使って関連レコードの合計を出すってことはできるんですけれども、基本機能としては、ここの関連レコードを引っ張ってきたものを合計したものをここに出すってことはできない。結構これね、やりたいんですけれども、できないので注意が必要です。関連レコードフィールドはまずレコードの一覧画面には表示できません。関連レコードのね、数字を置きたいなと思っても関連レコードがまずここにない。テーブルはあるけれども関連レコードは出てこない。さらに関連レコードはフィールドの値は次の操作対象になりません。集計、自動計算、アプリ内検索。なので先ほどアプリ内検索で林田商会を探しましたけれども、引っ張ってきた側からするとそこで検索するしてもヒットはしないと。というところで、まず集計には使えない。結構厄介なんですけど、カスタマイズすればいいんですけれども、カスタマイズしてなかったら、パッとこう出てるんで、じゃあこれの合計金額っていうのが出せないっていうところが、めちゃくちゃ不便な部分ですけれども、これはもうまだアップデートとかないので、基本的にはこうだと思っていただけたらなと思います。さらに、ここでですね、修正がかけれない。林田商会のこの案件が完了から対応中になったから、ここで変更したくてもそれができないので、一回向こうのレコードに行って完了にする。するとですね、すぐに反映はされていますが、ここで関連レコードを引っ張ってきている別のアプリで修正するっていうね、レコードの修正するっていうのはできない。ただですね、この林田商会をこんな風に変更しちゃうと引っ張ってこれなくなります。同じ会社名じゃないとダメよっていう風になっていますので、そこをこっちのね、マスターの情報は変わらなかったとしても、問い合わせ管理の時にしっかりと林田商会と情報を入力できてるかどうか、ここを統一してですね、入力の基準を持たしたいってなってくると、次がルックアップになってきます。問い合わせ管理に顧客管理の情報を引っ張ってくる。これがルックアップとなります。関連レコードは見せてましたけれども、ルックアップはフィールドとしてね、しっかり使えるようになっています。今設定しているのは、会社名で顧客管理。顧客管理の情報を引っ張ってくるというようなものを作っています。何を引っ張ってくるのか、会社名。で、新しくですね、最近のアップデートで、一文字検索でもいけるようになっています。二文字入れないといけなかったんですけど、今はね、一文字でもルックアップができるようになってくる。で、このルックアップのね、いいところは、その情報だけじゃなくて、他にもね、引っ張ってきてほしい情報。今回は担当者名と電話番号というのを引っ張ってくるようにしています。さらに、会社名、部署名、担当者名を
最初に表示するようにしていることで、実際動かしてみるとですね、はい。引っ張ってきましたね。林田商会。ではこれを顧客管理の方に株式会社林田商会と林田商会2つあるというふうに設定しました。ここでもう一度ですね、林で取得したときに2つある場合ですね。対象となるレコードが複数ある場合は、このような形でポップアップで出てきて、で、どっちかを選ぶっていうことができるようになります。そうすると、例えば、先ほどはテーブルでここに情報、見積金額を入力していましたけれども、ルックアップでこの林田商会のものを引っ張ってくるとしましょう。引っ張ってきた場合は、そのデータっていうのは、しっかりとフィールドのね、値として使えるので、金額としても合計できるので、関連レコードと比べたら便利だなと思うかもしれないんですけれども、ここも注意点があってですね、便利は便利なんですけれども、例えば、ルックアップと関連レコード一覧、それぞれ同じように会社名、ご担当者名、で対応状況、見積もりという情報を引っ張ってきています。先ほど、これやったら、結局ここの合計値も出るからめちゃくちゃ便利よねと。なので、この合計の値をルックアップに持ってきてしまったら、関連レコードなんて使わなくても、ルックアップで引っ張ってきとけば、あとは勝手に更新されるじゃないかというところがあるかもしれないんですけれども、そんな甘い話ではないと。どういうことかというと、例えばこの500万。この500万の数字をですね、1500万に変更しました。1500万に変更したので、林田商会の情報を見てみると、はい、ルックアップの値は変わってないんですけれども、関連レコードの値は変わっています。関連レコードは何もしなくても自動で更新されるんですけれども、ルックアップの場合は、そのたんびにですね、この所得っていうボタンを押して、引っ張ってこないと更新がされない。これも、基本の機能では手動更新が必要なんですけれども、連携サービスであったりとか、プラグインとか、今度、出ている連携コネクタとか、いろいろ組み合わせてカスタマイズすれば、ここも自動更新されるようにはなるんですけれども、ライトコース、キントーンの基本的な機能だけでいくと、ルックアップを1回取得して、で、ルックアップの元となるデータが更新された場合、再取得は手動でボタンを押さないと再取得できないという形があるので、なので、ルックアップにはルックアップの良さがありますし、関連レコードには関連レコードの良さがあるんですけれども、皆さんが使っていく中で、ここがやっぱりイラッとする、ここの機能に不満がある場合は、カスタマイズであったりとかを検討していくって形になるかなと思います。どちらも共通としては、情報はここでは編集できないと。向こうのアプリに行かないと編集ができない。編集した結果、関連レコード一覧は自動で更新されるけれども、ルックアップは更新されない。ルックアップ関連レコードみたいなものは今のところ存在しないので、それぞれの機能であったりとか、それぞれできないことを理解するっていう部分は大事かと思います。プロセス管理で一番重要なことは何かというと、プロセス管理の機能を理解するとか、そういうわけではなくて、しっかりと元のワークフローを作っておくってことが一番大事かなと思います。ワークフローに関しては、例えば何かしらの依頼がありました。今回でいくと病院ですけれども、病院で患者さんの依頼があった場合に、判定前でステータスがある。そして判定をしてもらう。判定か、判定不可。途中でキャンセル。判定可だった場合は、そこから空き待ちになるので、空き待ちになってから提案。でも途中でキャンセルが入るかもしれない。キャンセル。で、提案済み。提案したけれども、入院決定する場合もあれば、キャンセルになるかもしれない。入院が決定したら、そのまま入院ですね。で、入院中、退院、予定、退院みたいな形にしてったりしますけれども、ここがですね、例えば、判定不可の場合は判定不可だけれども、判定不可に1回なったけれども、1回戻してほしいんですよ、みたいなことを言われる時があるんですね。判定不可だけれども、1回戻してほしいと。そうなった場合は、
この状況では判定不可になってますので、もう終了してるんです。判定不可の場合、次のこのプロセス管理のこのステータスのやることがないんだよね。判定不可になったけれども、ここで差し戻しにして、判定前に戻すというものを作れば、ここでですね、判定不可になったけれども差し戻しして判定前にするってことはできますよと。で、これでできるようにはなるんですけれども、こんなことを何度も繰り返してるとですね、あらゆる場面でいろんなものが出てきますよね。判定不可になって、で、判定不可になったけども差し戻して判定前。キャンセルになったけれども、もう一回やっぱし入院したいって言われましたってなった時も、結局また差し戻し。なかなかそれは大変なので、私がやるとしたらですけれども、こういう差し戻しっていうのは極力作らずにですね、どうしても必要な場合とか、集計でこれを一つのレコードとして扱わないといけないとかっていうんであれば必要かなと思いますが、プロセス管理に関しては、さっきも言ったように、やろうと思えば、どん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 とフローが出てきて、で、そのフローが俗人化してですね、もう食った人ですらわからなくなるっていうこともありますので、それをせずに、アクション。アクションを使ったり、レコード再利用を使ったりして、新たにレコードを追加するってことをするのがいいんじゃないかなと思います。はい、この方はね、判定不可になっているので、もう差し戻しすることもできないけれども、判定不可になった、もう終了したけれども、再度お願いしたいってなった場合に、レコード再利用を使えば、判定前になります。これは戻ったんじゃなくて、新しくレコードを追加したので、再度新しくフローがスタートするという形になります。じゃあ、先ほどね、触ってたものの集計が大変じゃないかと。せっかく判定不可になったのに、もう一回作ったからレコードが2つ作ってしまって集計大変じゃないかってなってくると、例えば、チェックボックスでもいいですけれども、はい、これで集計対象外っていうのを作ってチェックしておけばですね、後々集計するときに、このレコードは、レコードを再利用して新たに作ってて、ダブっているものがあるので、こっちは集計対象外にしてねというようなこともやることはできますので、そういうようなことをして、フラグを立てて集計から外すってことをすればいいかなと思います。で、先ほどはレコードを再利用して全部持ってきましたけれども、再利用すると、例えば受付日時であったりとか、その人のそこまでの経緯も全部ヒットさせてしまうと。じゃなくて、一部だけコピーしたい。顧客の情報であったりとか、電話番号とか、そういう情報だけコピーしたいって場合は、このアクションっていうのを使うと、何をコピーさせるのかっていうところを選ぶことができます。で、アクション。で、レコード再利用と違うのは、アクションに関しては別に、その同じアプリで再利用するという必要はなくてですね、別のアプリに飛ばすっていうこともできますので、レコードの再利用っていうのは、基本的に全てのフィールドをコピーしてきて、同じアプリの中でしか展開ができませんが、アクションに関しては、それをコピーするアプリも任意で設定できますし、コピーする項目も任意で設定できるので、どっちかっていうと、レコードの再利用っていうのは、とりあえずね、簡単に再複製をしたいときに使う。で、アプリのアクションっていうのは、入力ミスの防止であったりとか、業務のプロセスとして別のアプリにどうしてもコピーしてセットしないといけないという時に便利かなと思います。スレッドのアクションもある。アクション。アクションを作成するで、例えばこれが大変だよっていうところを、こんな感じで、そのスレッドの内容と、そしていつ投稿されたとか、誰が投稿したとか、そのコメントの URL をすべて別のアプリにセットするってこともできる。それがスレッドのアクションですね。大変だ、見てください。ああ、これは本当に大変だ、みんなにちょっと周知しよう。このような形で内容と日時、ユーザー選択、そのスレッドの URL が貼ることができるので、ここをですね、内容に URL が含まれるんであれば、リッチエディターにしておけば、URL が書かれた時にですね、すぐに反応してクリックしたら、そのリンク先に飛ぶっていうこともできるかなと思います。
前回の動画では、キントーンの使用環境からキントーンの基本的な部分をご説明し、その中でも今回は関連レコード、ルックアップ、プロセス管理、そしてアクションといった、ちょっとキントーンの中では高機能というか、他の文字列で文字入れるだけとか、数値入れるだけじゃなくて、他のアプリと連携であったりとか、そのワークフローを組むという部分を重点的に説明をさせていただきました。これで、キントーンのライトコースで使える基本的な部分はもう使えるようになっているかなと思いますので、次の動画からはいろいろな連携サービスの設定から活用まで、こちらをピックアップしてですね、動画にしていこうかなと思いますので、よろしければ次の動画も見ていただけたらなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.